こんにちは、つんです。ティファールのフライパンがそろそろダメになってきました。こういうフライパンのコーティングっていうのは遅かれ早かれ剥がれる運命ですよね。焦げつかないし、お手入れも簡単で便利だけど、ダメになるたびに次はどうしようと調べたり探したり、そんな無限ループがちょっと面倒になってきて、最近はダメになった順から一つずつコーティングのないタイプに切り替え中です。前回はステンレス製を買いました。前回といっても2年以上前なんですが、ステンレスはね、多少コツは必要だけど、お手入れも楽で、あまりに気に入って深型鍋も買いました。ステンレスに関しては詳しいレビューを以前動画でアップしているので、気になる方は概要欄からご覧ください。そして今回の買い替えもステンレスの一回り大きいサイズを買うつもりで、より安く買えるのはどこだろうなと思って検索をしていたら、ある鉄フライパンのページにふと目が止まりました。鉄のフライパンなのに自然乾燥が OK、使い終わった後油を塗らなくてもよくて、しかも少量の油でも使えると書いてありました。本当と思いましたよね。鉄フライパンはずっと憧れていました。だけどお手入れの手間がかかるし、油も多く必要だし、私はちょっとめんどくさがりな上に体質の関係でね、油をちょっと控えているので、私には一生使えないものだと諦めていました。でもこれなら使えるかも。はい、ということで前置きが長くなりましたが、鉄フライパンデビューです。今回購入したのは岩鉄鉄器さんのダクタイルパン。とにかくメンテナンスが楽っていうことで人気の商品みたいですね。私は一番大きい26センチを購入しました。お値段は税込み 18,150 円。正直ちょっとお高いけれど一生使えるならということで清水ダイブしました。では早速開封してレビューします。同梱されてた説明書には、片手で持てる軽さ、後片付けが簡単で錆びにくい、焦げ付きにくい特殊な構造と書いてあります。初めて持った時はね、鉄らしくずっしりしてるなと思ったんですが、測ってみたら 1190g でした。今まで使ってたティファールの28センチが 1111g、ステンレスの21センチでも 1091g だったので、確かに片手で持てる軽さです。シンプルなデザインでグッドデザイン賞も受賞しています。私個人的にはこのハンドルが一体型っていうのが嬉しいポイントでした。接合部に余計な部品がないので洗いやすいし、長く使うものなのでハンドルが緩んだり劣化したりっていう心配がないのはいいですよね。しかもこれハンドルがね、熱くならないんですよ。これは嬉しいですね。うっかり素手で触って火傷するっていう心配もありません。表面はね、ザラザラしています。さらに岩鉄鉄器さん独自の表層解質処理により、目に見えないほどの凹凸ができることで油なじみがよく焦げ付きにくいんだそうです。ちょっとよくわかんないですけど、とにかく使ってみます。一般的な鉄のフライパンは最初に空焼きをして塗装されている錆止めっていうのを取り除く必要があるんですが、岩鉄鉄器さんのダクタイルパンはこの錆止めが塗装されていないので、使い始めも食器用洗剤で洗うだけです。そして窒素加工と酸化加工を融合した独自技術でってまたちょっとわかんない専門的な話になるんですが、とにかくこれ以上錆びない状態になっているらしいです。だから自然乾燥が OK。一般的な鉄フライパンのようにすぐに火にかけて水気を飛ばしたり、しまう前に油を塗るっていうこともしなくていいんだそうですよ。私もそうなんですけど、油を塗ってしまうっていうことにちょっと抵抗あるなっていう方には特におすすめです。ただ、やっぱり鉄なので、一番初めは使う前に油をなじませる工程っていうのは必要になります。まずはじめに中火で熱してうっすら煙が上がったら、
弱火にして油を大さじ3杯ぐらい入れて、そのまま5分ぐらい弱火にかけながら全体になじませます。5分経ったら火を止めて、キッチンペーパーで縁までしっかり塗り込むように拭き取ったら完了です。ちなみに一番初めに揚げ物とかアヒージョを作るなら、この工程はやらなくて大丈夫だそうです。そしてその後ね、すぐに使わないのであれば、お湯とたわしでゴシゴシ洗って自然乾燥で OK です。あと普段のお手入れでどうしてもね、洗剤使いたいっていう時もあると思うんですけど、もちろん洗剤で洗っても OK だし、食洗機も使えます。ただその場合はね、どうしてもこの油がね落ちちゃうので、もう一度油をなじませる工程を使う前にやった方がいいみたいです。ただね、毎回油をなじませるっていうのは結構面倒ですよね。なので私は基本的にお湯とたわしだけで洗っています。さて、問題は本当に焦げつかないのかですよね。一番初めに私は豚肉を焼いてみました。鉄のフライパンって強火でガンガン熱するイメージだったんですが、岩鉄鉄器さんのラグタイルパンは厚さがね 1.6 ミリと薄くて熱通りが早いので、基本的には中火から弱火が推奨です。特に IH は強い出力だと変形の原因になるとかで、弱火から温めてくださいと書いてありました。はい、そんな話をしているうちに豚肉が焼けました。本当にね、ほぼ焦げつかず香ばしく焼くことができました。でも後日調子に乗ってキムチチャーハンを作ったら、見事に焦げついてしまいました。で、焦げをしっかりと落として、再び油をなじませる工程を経て、しっかりと温めてから焼きそばを焼いてみたんですが、やっぱり焦げついちゃったんですね。こんな風にね、がっつり焦げついても、お湯を入れてしばらく沸騰させれば、焦げは簡単に落とすことができます。余談ですが、我が家はフライパン洗い用にマーナの抗菌キッチンブラシを買いました。これは固めタイプの方です。そういえば、お手入れのところでね、言い忘れていましたが、金だわしとかスポンジの研磨面は NG だそうです。はい、というわけで、2度もね、焦げつかせてすっかり意気消沈したわけですが、でもね、せっかくタイマーはたいて買ったのに、このまま使いこなせないっていうのはもったいないですよね。初めはね、油慣らしがうまくいってなかったからかなと思って、ネットで調べた方法で油慣らしをやり直しました。それが、油を入れて煙が出るまで熱した後に、急速に冷やすという方法です。これを3回ぐらい繰り返すといいらしいんですよね。でも、結論から言うと、焦げつく原因は火加減でした。この時はね、まだ私もそれに気がついていなくて、ダメ押しでくず野菜を炒めたりもして、その後オムレツを焼いたらスルンと焦げつかずに焼けたし、ちょっと適当なのでどうぞ温かい目で見てください。これはね、卵1個で1人分のオムレツを作りました。そして目玉焼きもご覧の通り、ほぼ焦げつくことなく焼くことができました。この時はね、油慣らしの効果があったと思っていたし、油慣らしも決してね、無駄だったわけじゃないと思うんですが、再びエビピラフを作ってみたところ、やっぱりね、焦げついちゃったんですよね。で、これ、見事にね、熱源の部分だけ焦げついてるのを見て、これは油慣らしが原因じゃないなと思ったわけです。はい、ということで、では、焦げつかなかった方法をご紹介したいと思います。これね、初めにご紹介した方法で、再度油をなじませてあります。で、IH の場合は弱火からスタートして中火に上げて、うっすら煙が出るまで温めます。煙が出たら弱火に落として油を投入。
フライパンの温度が上がりすぎるとまた焦げるので、私は一旦火を止めました。サイドにはね、油は少量で OK と書いてあったんですが、どうやら最低でも小さじ2杯ぐらいは必要みたいです。ただ私はね、油を控えてる身なので気持ち少なめ。ただね、小さじ1杯半ぐらいでも大丈夫でした。はい、そして油を広げたら再び火をつけますが、ここは弱火です。今までも弱めの中火で使ってたんですが、我が家の IH はそれでも強かったみたいなんですよね。今までよりも1段階下げたら焦げつかずに使えるようになりました。はい、そして卵を入れて、すかさずご飯を投入。これお伝えしてなかったですけど、チャーハンを作っています。ちなみに2人前です。この日の具材はナルトと長ネギと焼き豚で作りました。もちろんね、油を気にされてない方はもう少し油を入れた方が美味しくできるかなと思います。あとは調味料を入れていい塩梅になるまで炒めました。はい、これどうでしょう。くっついてないですよね。いやー、やっと成功してほっとしました。ご覧の通り、フライパンにも全く焦げついていません。チャーハンはね、特に失敗しやすいので、火加減が重要だと思うんですが、野菜炒めなどくっつきにくい料理だったら、一つ火力を上げても焦げつかずに作れました。こうしてね、うちのコンロとのちょうどいい火加減っていうのがつかめてからは、鉄フライパンを初めて使う私でも、本当にね、焦げつかずに快適に使えています。一般的な鉄フライパンよりもお手入れが楽っていうところもすごく気に入りました。私みたいにね、鉄のフライパンを使ってみたいけど、ちょっとハードル高そうだなぁと躊躇している方には特におすすめです。以上、岩鉄テッキさんのダクタイルパンのレビューでした。少しでも参考になりましたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。